数理情報学専攻博士3年の松木あかりと申します。振動現象を解析するための手法の開発に取り組んでいます。振動現象って言ってもいろいろなものがあるんですが、例えばホタルの明滅なんかが振動現象の一つです。ホタルがたくさん集まっていると明滅のタイミングを他のホタルと揃えるみたいな同期現象と呼ばれる現象があるんですが、それはなんで起こっているかというと、ホタル同士が情報をやり取りし合って相互作用をすることで同期しているわけですね。というその振動の同期現象っていうのが他にも歩行の脊髄神経の活動だったりとか、あとは体内時計とかですね、いろんなところで見られます。で、そういう同期現象と相互作用っていうのがどういう関係にあるかをデータから解析するための手法の開発に取り組んできました。研究の議論がしやすい場だなというふうに私は感じています。週に1回みんなで読んだ論文を紹介し合うゼミとかが行われるんですけれども、そこでは幅広い学年の学生から質問が飛び交ったり議論が行われる、そんな雰囲気です。でもう少しカジュアルな研究議論っていうのも活発にあって、ランチの時に最近こういう研究しててこんなところで詰まってんだけどどうしようとか、そういう相談をお互いにしたりだとか、そんな、インフォーマルな議論も活発に行われています。数学がある程度好きだったら誰でも楽しめるのかなと思っていて、数学を現象を解析するための道具として使う人だったり、あるいは数学のその理論を深く掘り下げていくような人だったり、いろんな立場の人が集まっていて、そういう人たちと勉強したり議論ができるっていうのは私にとってすごく面白いところです。感染症の研究なんかだと世界で人が移動してって感染がどう広がるかっていうことに対して行われた数理的な研究で、その各国とか地域ごとに感染者が、ある平均的な値になるみたいな風に近似を行うことで実際の現象の性質、重要な部分を失わずに簡単な問題にすることで必要な、ワクチンの量だとかそういうのを見積もるっていう研究なんかがあって、それとかは印象に残っています。今年度の頭にデンマークに留学させてもらう経験があって、それとかは非常に印象に残っています。海外の研究室に3ヶ月ほど滞在して、また日本とは違った雰囲気の場で研究ができたし、ビールなんかを楽しんだりしてすごく楽しかったです。デンマークでは、バクテリアに感染するウイルス、ファージっていうんですが、その個体数を記述するモデルを作ってそれを解析するっていうのをやっていました。研究は主に家で行うことが多いです。それで何を使って、そうですね、主にパソコン、そして紙とペンがあれば研究ができるかなという感じです。私は趣味でクラリネットという楽器を吹いています。それで週末はオーケストラの練習に参加することが多いです。最近結構重要だなと思うのは、わからないとか知らない時に、わからない知らないってことを素直に言えたり、どこがわからないのかっていうことを考えることができたり、そういう資質というか態度は大事かなと思って、私自身も大学院でようやく身についてきたところかなというふうに思っています。私自身あんまり数学得意だとは思っていなくって、そこが入る時すごく心配だったところですが、友達にも助けてもらいながら自分が活躍できるかなっていうところを見つけて、数学いろんな使い方をする人が、使い方だったり掘り下げ方をする人がいるので、数学好きだったら楽しめるのかなというふうに思います。生物だとか医療っていう方に最近は興味があって、そういった研究者とコラボレーションをして、健康に関わるようなところに貢献できれば嬉しいなというふうに思ってます。まずはこの後ポストドクターで研究員を何年かやって論文をたくさん書いたりだとか業績を積んでいって、その中で
海外で研究を数年間やってみたいっていうのは個人的な目標ではあります。私の数理情報の専攻では1人2人ぐらいしかいなくって女性が。で今の研究室に行ったら、これたまたまだと思うんですが女性が多かったんですね。やっぱりなんていうか女性が多くてやりやすいというか少数派ではないということでスムーズにいくところもあるなというのは感じました。いろんな人がいるっていうのは基本的に社会で大事なことだなというふうには思います。